金銭的にも厳しくなって、掃除も行き届かなくなり、崩壊していくっていう。同じ子から何頭も出産させていたりとか、流通の過程で何万頭っていう命がなくなっているんですね。今日明日生きられない可能性がある子たちを優先的に保護してます。皆さんこんにちは。今日もさやジャパニーズ YouTube を見てくれてありがとうございます。皆さんは保護猫カフェというものを聞いたことがありますか？保護猫というのは住む家とか飼い主がいなくて人間からのお世話が必要な状況にある猫を保護し、猫を飼いたがっている人に譲渡すること。猫カフェというのは猫がいて遊んだりおやつをあげたりできるカフェのこと。それを一緒にしたのが保護猫カフェ。行き場のない子たちを保護して、治療とかケアをしながら里親募集をしていく。日本ではまだたくさんの猫が殺処分されたり、家や飼い主を失って苦しんでいる猫さんがたくさんいます。やっぱりその保護する子たちっていうのが過酷な環境で保護した子たちが多いんですね。もともと野良猫ちゃんもそうですけど、飼育放棄という形で捨てられてしまった子だったりとか、あとは多頭飼育崩壊といって、かなり、環境悪いところから保護した子なんかもいるので、そういった際にやっぱりそうですね、今度こそはちょっと最後まで大切にしてくれるお家を見つけてあげたいということで、少しでも多くの猫を救いたいという思いで、この保護猫カフェというユニークな活動をされている団体さんの一つ、保護猫カフェ猫活さんに今回インタビューさせていただくことができました。猫を家に飼うのは自由を奪ってるからかわいそうとかいう方もいるんですけれども、保護する猫ってどうやって決めていますか？ですね、これがその状況にもよるんですけど、例えば野良猫歴がもう10年とか長い子、で、今更保護しちゃうと、それがきっかけになって、ストレスを感じてしまったりとか、外で、なんていうかな、ご飯ももらえて環境が整っていれば、無理に保護する必要はないと思っています。それが例えば子猫だったりとか、環境的にちょっと、交通量が多いとか、近所でちょっとあまりよく思われてなかったりとか、っていう場合ですと、保護の対象になるんですけれども、基本的に野良猫は全部保護しようという考えではないですね。環境整っていれば TNR をして、これ以上増えないように。TNR はトラップ、ニュータ、リターンの略。猫を安全に捕まえ、不妊去勢手術を施し、猫を元いた場所に戻す活動を言います。日本では手術済みの猫に桜耳と呼ばれる手術済みの印である V 字のカットを耳に入れます。こうすることで再手術されたり、行政によって殺処分されることを防ぐことができます。保護猫っていうと、道から拾ってきたイメージがあるじゃないですか。ここではどのような状況で保護された猫さんが多いですか？そうね、うち本当にいろんなところから保護してるので、おっしゃる野良猫ちゃんももちろんそうなんですけど、今って多頭飼育崩壊といって、一般の家庭で、最初2頭3頭と飼っていた子たちが、避妊去勢手術をしないことで増えていってしまうんですね。猫ちゃん繁殖力がすごく高いので、1年に2回ぐらい出産できちゃうんですよ。で、1回で産む頭数が4頭から多いと8頭とか生まれる子も中にはいるので、そうすると、年間で一気に何十頭で大抵増えちゃうんですね。そうなってくると、避妊去勢手術の金額が何十万でかかってきてしまうんですね。で、金銭的にも厳しくなって、掃除も行き届かなくなり、崩壊していくっていう。あとは、保健所からですね、愛護センターとかから、団体で登録をしているので、そこからの引き出し、殺処分されてしまうような子をされる前に引き出すという。あとは、最近目立ってきているのが、ご高齢の方が亡くなってしまったりとか、施設に入られたりで、猫ちゃん取り残されてしまうケースがとても多いです。ずっとお家で暮らしてきた子ってなかなかこういう環境馴染めないんですよ。はい。その辺のメンタルケアだったりとかっていうのも結構大変。こうした状況が再発しないように、日本では保護された猫が譲渡される際に、厳しい譲渡条件が設けられることもあります。猫さんの長い目で見た安全を保障できるといういい点がある一方で、例えば金銭的にも家的にも揃ってるけど、独身だからというだけで保護できなかったとか、あとは定年してから保護しようと思ってたけど、もう年齢的に無理だったっていう、そのバランスってどうやって取ってらっしゃいますか？結構難しい問題でもあって、
で、うちはどちらかというとその辺は、単身の方だったりとか、ご高齢の方も条件をちょっと揃えていただければ、譲渡を行っているんですね。例えば単身の方でしたら、緊急のご連絡先を必ず教えてくださいとか、ただご高齢の方ですと、万が一そのご本人様何かあった時に、その後責任持って、修正飼育してくれる方を後見人として立てていただくとか。ということで条件が揃えばうちは譲渡を行っているんですね。ただ、断ってる団体さんも多いのも事実ですね。やっぱりご高齢の方の亡くなってしまってとかっていう残されちゃう猫ちゃんが多いっていう現実もあるので、そこをなくそうっていう目で譲渡自体しないっていう方もいらっしゃいますし、それはやっぱり間違いではないと思うんですよね。はい。なかなかやっぱオーナーチェンジっていうのがやっぱ猫ちゃんにとって一番ストレスになると思いますし、それプラス環境も変わってとなると、それだけで体調を崩してしまったりとか、そういった場面を見ることも多いんですね、実際に。そうするとやっぱりそういったところには譲渡は控えようってちょっと思ってしまう方が多いのも、気持ちはすごいわかります。うちとしては条件さえ整えていただければ、はい、その子たちにやっぱその分可能性が広がっていくので、したら優先して保護してる猫とか、優先して譲渡してる猫っていますか？優先して譲渡というのはあまりないので、本当これはご縁になるのでわからないんですけど、優先して保護する子に関しましては、やっぱり保健所で殺処分を迎えてしまうような子だったりとか、あとは飼育放棄とかですね、今日明日生きられない可能性がある子たちを優先的に保護してます。猫カフェが猫さんのストレスになって良くないとかいう方もいらっしゃるんですけれども、それについてこちらで気をつけてることとか、もしくは猫カフェをするからこそいい点とかってありますか？そうですね。まだ気をつける点としては、やっぱりおっしゃる通りで、馴染めない子もいるんですね。はい。人間もそうですし、もともと飼われていた猫ちゃんとかって、他の猫ちゃん苦手だったりすることも多いんですね。はい。そういった場合は非公開のシェルターの施設に、あるんですね。はい。1個施設が、そこに70頭から80頭ぐらい常にいるんですけど、基本的にこの施設が保護してすぐの子たちと、あとはちょっと病気で譲渡対象にできないような、はい。ちょっと薬とかが必要な子がいたりとか、あとは今ちょっと喧嘩してしまう子とかをそこでお世話していて、で、うち毎週末譲渡会をしているんですね。そこの毎週末行われている譲渡会で、そういった子たちは、譲渡会に出して、そこから直接家庭さんにつなげるという形を。そのカフェにいられない子たちを、なるべく譲渡会に出す。そうですね。はい。保護猫カフェ猫活にいる猫たちは、カフェのお客さんと遊ぶ猫もいれば、のんびりと昼寝をしている猫もいます。特に人慣れしてない猫ちゃんとか、スタッフでどうしても病院連れてったりとか、お薬あげたりとかで、ちょっと嫌われがちなんですね、正直。なので、遊んでくれたりとか、プラスのことしかしないお客様の方が、距離が縮みやすかったりするんです。なので、こういった場所で普段からたくさん遊んでもらったりとか、おやつもらったりとかしてるうちに、いつの間にか慣れてるっていうことが起きるんですね。なかなかちょっと一般で保護してる方だと、ケージ飼育だったりとか、ここまで頭数もいないので、お家行ってから馴染むまで時間かかってしまったりとか、先住の動物さんと少し相性がなかなか合わなかったりとかっていうのがあるんですけど、うちすごい毎日いろんな環境で育ってる子たちなので、結構ずぶといんですね。すごい入ってきても全然、びっくりしてないですよね。はい。全部がそういうわけではないんですけど、そういう子たちが多いので、比較的トライアルは成功しやすいと言いますか、スムーズに譲渡まで進むことが多いかなっていう。多分、ここ10年とか数十年でかなり変わってきたとは思うんですけれども、今でも、殺処分はゼロではないですし、このように保護猫の団体に入ってくる猫さんは多いと思うんですけれども、根本的な原因というか、何を変えたらこの状況が変わると思いますか？そうです。なかなか難しいと思うんですけど、多分だいぶ保護猫という言葉が浸透してきていて、知ってる方は多いかなと思うんですけれども、やっぱりペットショップで簡単に買えてしまう手軽さだったりとか、それもどうしてもペットビジネスで、動くお金がとても大きいと思うんですね。で、多分そこが変わらない限りは、やっぱり生産する側がどうしてもいるので、そのペットショップの裏側ってなかなか
わからない。はい。同じ子から何頭も出産させていたりとか、流通の過程で何万頭っていう命がなくなっているんですね、子猫。保護する対象の子がいるのにわざわざ産ませる必要はないのかなと思っているので、その辺の意識が皆さん持てれば、おかしいとは多分みんな思ってくれるはずなので、多分知らないというだけだと思うんですよね。お迎えするってなったら、ぜひちょっと保護施設とか、保健所とかからでも引き取りができますので、まずはちょっと考えていただきたいかなと。保護猫の活動していて、一番大変だなって思うことって何ですか？そうですね。やっぱり保護する猫ちゃんがみんな健康な子というわけではないので、もともと保護した時点で何か病気があったりとか、そうするとやっぱり見とる場面もどうしても出てきますし、そうですね。やっぱりその瞬間が一番辛いと言いますか、はい、お家にね、ずっとのお家につなげてあげられなかったっていう思いがあるので、本当に最終的にはみんなお家に行けるといいですけど、それもやっぱり難しい話で、うちが多分他の団体さんよりも、一般的に譲渡が難しい猫ちゃん、病気の子だったりとか、人に慣れていない猫ちゃんを積極的に保護しているんですね。そうするとやっぱり、譲渡が全と決まるわけではないの自立で、特に人慣れしてない猫ちゃんなんかは。はい。見てくださった通り、そういう子たちだけの譲渡会っていうのを開催して、はい、そこにスポットライト当てて、譲渡が決まったりもしているんですけれども、やっぱり子猫とか慣れてる子に比べると、譲渡が決まりにくいとは事実なので、はい。そうですね。なかなか前途に決めてあげられない場面が出てくるのはちょっと悔しい点と言いますか。はい。保護猫カフェ猫活では、人慣れしていないまたは人が怖い猫たちも永遠の住まいを見つけられるよう、シャーシャー猫だけの譲渡会という工夫を凝らした取り組みも行われています。ご自身で猫ちゃん飼えないよとか動物飼えないよとか方でも、こういったカフェみたいに公開しているスペースは来ていただくだけで遊んでもらうだけでも十分なご支援につながりますので、日本語があんまり上手じゃないけど、できるボランティアとかありますか？そうですね。ボランティアに関しては、基本的にやる作業ってお掃除が多いので、そんなに基本単純作業が多いんですよ。なので私はちょっと少しコミュニケーション取れれば参加いただけるのかなと思いますし、なんていうんですかね。たくさん人が集まれば集まるほど新しいことができたりするので、人は本当にたくさんいていただけると助かりますし、それはお金の部分も一緒で、少し余裕が出てくればちょっと難しい保護できたりしますし、その新しい施設を作ってそこでまた新たに猫ちゃんを保護することもできますので、SNS をフォローしてもらったりとか、拡散してもらったりとか、できることたくさんあるので、ぜひ自分ができる小さいことから協力していただけると助かります。カフェに行ってみること、この動画や保護猫カフェ猫活さんの SNS をシェアすることなど、一つ一つの小さな行動がより多くの猫たちの命を守り、安心して暮らせる未来につながります。皆さんにもそれぞれができる形で関わってもらえたら嬉しいです。